11時1分になりました。もう無理だろこれ。やばい、マジでピンチ。どうしよう。カランドゥーラの滝と違う方向行ってんだけど、どうなんだろう。ホテルスタッフの兄ちゃんがちゃんとカランドゥーラって説明してくれてたから大丈夫だと思うんですけどね。なぜか舗装されてない道を行ってます。私のホテルのすぐ横を行けば舗装された道を行けたはずなんですけど、なんでだどうやらバイクでここまで200クワンザで来て、でこの辺のなんか車で行ってくれるみたい。すごい親切にしてくれてる兄ちゃんがいましたどうやらさっきのバイクはこの乗り合い板のある場所へ行くバイクで、それが200クワンザでした。でこの場所から4人乗って、ドライバー込みで5人乗りでカランドゥラまで行くみたいです。フロントガラスバッキバキで、道がボッコボコでなかなかしんどいです。舗装された道に出ましたね。ここからは早いと思うんだけど、今こんな感じの道を進めましたね。10時18分にカランドゥラの町に着いたみたいですね。でここからカランドゥラの滝までは確か5、6キロぐらい。カランドゥラの町めっちゃ綺麗だな。カクソも綺麗だけどカランドゥラはもっと綺麗。カランドゥラの町を抜けて今滝に向かっているところです。10時26分到着しました。そうですね、車は待っててくれるみたいですね。でガイドの兄ちゃん、この緑色の方々はカランドゥラフォールズの公式ガイドみたいな人みたいですね。滝壺まで行くのとか、あと展望台エリアとかも連れてってくれるみたいなことを言ってました。パリ・サンジェルマンのユニフォーム着てるのがさっき駐車場で出会ったガイドしてくれそうな人、よくわかんないけど、さっき言ったように滝壺下まで行くのと展望台的な上から見るっていうので、この黄緑色の人たちのガイド料はなんかおそらくなんですけど、滝壺行くのは2万クワンザで展望台は4000クワンザって言ってた気がします。合計2万4000かな。さっき車降りたのがこっちなんですけど、下降りるのはこっちに行くみたいですね。滝壺行くには片道25分ぐらいだそうです。車で来た道をちょっとだけ1分ぐらい戻って、そこから左に折れてトレイルだって言ってましたね。こっからトレイルだと、でも普通に道できてんじゃん。だからハーフパンツで来ない方が良かったな。草がちょっと痛い。この辺にある畑はポテトとかキャッサバ作ってるらしいですね。こっからちょっと険しくなってきましたね。でもジャストイージーってガイドに言われたけど、ジャストイージーだと。クロックスで来たのは大失敗だクロックスめちゃくちゃ滑る。普通のスニーカーで来ればよかった。下まで降りてきましたね。もうすぐ滝も見えるようになると思いますが、こう登るんだ。 Things for fishing. Oh, fishing. Yeah. Fishing feed. Oh, fishing feed. Yeah. 見えてきた。すげえ。想像より全然すげえ。でもここぬかるみすぎ。いやでも滝すげえ。何ある。ついに来ました。これがカランドゥラの滝。アフリカナンバー2の滝です。いやすごい。時期によっては滝壺まで行けるらしいですよ。下ね、滝壺まで。でも今日というかこの時期は水量が多すぎて危なくて無理だと。だからここが最終目的地ですね。当然のように水しぶきがここまでかかってきますね。いやすごい水量。でこのカランドゥラの滝の河口の真正面、あそこの木のすぐ左に見える建物はあれホテルだそうです。ただ多分めっちゃ高いと思いますが、ただホテル泊まったらもうこの絶景が見えるんでしょうね。すごい。いや結構大変だったけど来てよかった。マジでカランドゥラの滝すごいわ。これはすごい。さっきガイドさんが言ってたのは高さ105メートル、横420メートルって言ってた気がします。違ったらすいません。ということでアフリカ第2の滝カラン
ンドラの滝でした。すごい。この死ぬほどぬかるんでる道を行きます。めっちゃ危ないですこの辺。11時48分に上まで戻ってきました。で次はおそらく滝の上側から見るんですけど、このガイドさんがいいグッドビューポイントがあるぞということで連れてってくれるそうです。こんな展望台があるんですね。で向こうに見えるのがホテルで、これがカランドゥラの滝だ。すごい。いや上から見るのも超いいじゃん。いや超いい。すごいすごいすごい。めっちゃダブルレインボーできてる。見えるかな。ダブルレインボーです。であっちもすごい景色。アフリカ第2の滝カランドゥラの滝、めっちゃすごいね。めちゃくちゃ苦労したけど来てよかったよ。カランドゥラの滝もう最高です。最高。そしてさっきの展望台よりもっと近くに連れてきてくれました。なんと雨季の時期はこの辺の石も水より下に水底になるみたいです。じゃあ今雨季じゃないんだ。雨季じゃなくてあの水量ってすごいですね。わあすげえ、ここまで来ちゃった。いやわあすげえすごい、ここまで来ちゃったよ。ここまで滝が流れ落ちる先です。すげえすげえ、怖いけどすごい。もうここまで来ちゃったよ。ここまで。すごいすごいすごい。怖い怖い怖い。すげえ。いやすごいとこまで来させてもらいました。ガイドさんありがとう。いつの間にか現地の方なのかな、わかんないけど現地の方っぽい観光客がめちゃくちゃいますね。今ガイドの人が言ってたんですけど、アンゴラ中の学校とか教会とかあらゆる組織の方が遠足みたいな感じでここまで来るらしいです。やっぱアンゴラの中では超有名というか人気観光地なんでしょうね。この木にかかってるロープはもうここから降りるぞっていう冒険者たちが行くらしいけど、超危ねえからやめとけってガイドさんは言ってますね。じゃあやめた方がいいよ。今ランチの時間だから現地の人たちが、ちょうどランチ時って感じで休んでますね。アンゴラギャルたちですね。手とか足洗わせてくれってお願いしたら歩いて上流の方まで連れてってくれるみたいですね。多分水道水がないので川の水で洗うことになるっぽいです。手洗い場に来たんですけど、なんと聞いたら飲めるっていうことなんで、飲んだら普通に確かに飲めました。特別うまいかって言われるとそんなことでもないですけど、全然飲める感じでしたね。黄緑色のガイドさんたちがなんと手で私のクロックスを洗ってくれました。優しすぎるでしょ。すごいなアンゴラの方々は。はい、では車で各所に戻ります。ちなみにこのドライバーさんもカランドゥラの滝のとこでついてきてくれるって言いました。多分暇だったからでしょう。結局何しに来たのか分かんない助手席にいるやつに4万払えとか言われたんですけど、もともと1万2000の約束だったんで1万2000に収まりましたが、なんか途中から急にいじけ出したんだけど、こいつはどうしちゃったんだろうね。よく分かりません。車でホテルまで直接送ってもらいました。ちょうど午後2時ぐらいになります。いや疲れたけど滝は素晴らしかったですね。行きはちょっとバタバタしまくっててわけわかんないままバイク乗って向かったので、改めてカランドゥラ行きの乗り合いバスの場所をご説明します。でマコンのバスを降りたのがこの道の反対側、ゴミ箱とかあとバイクが溜まってるところ、あそこでマコンのバスは降りました。でこの道路の蓮向かいにガソリンスタンドがあります。でこのガソリンスタンドは Google マップにも載ってて、ボンバダ・ソナンゴルという名前で Google マップ上登録されております。このガソリンスタンドのすぐ横のこの未舗装の道ですね。ここをまっすぐ行くとカランドゥラ行きの乗り合いバス、乗り合い車が溜まってる場所があります。でなので私ホテルからバイタクで200クワンダで来たんですけど、バイク乗る必要なかったですね。徒歩で行ける距離でした。それでかかった費用についてお話しします。まずカランドゥラの滝の現地のガイド、黄緑色のパーカーを着た公式ガイドっぽい人、これは多分字幕でもう出してると思うんですけど、最初に言われた通り合計で2万4000クワンザ、滝の下に行くのは2万、滝の上に行くには4000で合計2万4000クワンザ。2人いたんですけど2人とも素晴らしい人で英語も喋ってくれたんで、チップ2000ずつあげて、なので合計2万8000クワンザになりました。で公式ガイドをつける必要があるのかどうかっていうのはちょっと分かんないというか、多分いなくてもいいんでしょうけど、ただ滝の下に行くには絶対つけた方がいいと思います。結構きついとことか手を貸してくれたりしたんで、滝の一番近くはもうめちゃくちゃぬかるみがやばかったんで、もう本当に怪我するよっていうぐらいのとこだったんでつけた方がいいと思います。次にここ各所からカラン
ンドゥラの滝までの、乗り合いバンというかタクシーというか、これがですね結局1万2000クワンザかかりました。今回チャーターする形になったので、往復3000の、4人分、満員状態だと4人になるので客が、往復4人分ということで、これも仕方ないというか、それぐらいの費用かなっていう感じです。なので、ドライバーに1万2000クワンザ払いました。で最後にこれが結局何しに来たのかさっぱりわかんない変な兄ちゃんなんですけど、最初私ガイドだと思ったんですよ。でガイドだと思って1万2000クワンザっていうことで事前に話して、で一緒に車乗ってったんですけど、結局ガイドでも何でもなかったですね。でマジでこいつ何しに来たんだって感じなんですけど、正直なんでこいつに金払わなきゃいけないんだろうって感じだったんですけど、最初に約束したんでしょうがなく1万2000払いました。ということでなんだかんだお金はかかっちゃいましたね。この動画を見てくださってる方でカランドゥラの滝行くっていう方にアドバイスなんですけど、絶対長ズボンとあと滑りづらい靴にしてください。もう私は両方とも失敗してるんですけど、まず長ズボンは短パンだと危ない、怪我します。草木枝がもう足にバチバチ当たるので、怪我したらマジで怪我しますし、結構ごっつい枝がもう短めに生えてたりするんで、そこ間違えて踏んだりしたらそこそこでかい怪我すると思います。マジで危ないです。生地の厚い長ズボンをおすすめします。ここアフリカなんでね、ちょっとした傷からなんかやばい菌とか入りそうで、長ズボンと滑りづらい靴はマジで用意してきた方がいいと思います。車をチャーターする必要があったのかどうかっていうところなんですけど、個人的にはチャーターした方がいいんじゃないかと思います。っていうのもカランドゥラの街だったら、このカクソまで行く、同じような乗り合いバンみたいなものがあると思うんですけど、カランドゥラの滝ってそこから 5,6 キロ離れてるんですよ。でそのカランドゥラの滝には車ほとんどなかったですね。学校がなんかの遠足で大型バスで来てるのはあったんですけど、言うてもチャーターっつっても言うても2000円ぐらいなんで、カクソからカランドゥラの滝まではもうチャーターしちゃっていいんじゃないかなと思いますね。じゃないと帰りは途方に暮れてしまう可能性があります。では体中シャワー浴びたいので、体中きれいにしたいので、ホテルの部屋でシャワー浴びようと思います。はい、シャワーを浴びてきました。もう全身汚かったんでさっぱりしました。ちょっとここで部屋の中で休んで、夜飯食って、でその後夜10時20分だったかな、10時20分発のルワンダ行きのバスに乗る予定でございます。今カクソの街を適当に歩いてるんですけど、意外とレストランないっすね。これは昨日と同じホテル併設のレストランで飯食おうかな。時間は夜7時11分になりました。ホテル併設のレストランで飯食います。今日はこんな感じですね。パスタは昨日と同じ感じかな。でこっちはなんかビーフシチューみたいな感じでうまそう。いただきます。ではこのビーフいただきます。やっぱビーフだ。うまいな。本当にビーフシチューって感じ。うまい。じゃがいも、人参、あとピーマンで、これはオリーブですね。オリーブも結構たくさん入ってます。肉の量がたくさんあっていいね。でパスタはやっぱり昨日と全く一緒ですね。トマトケチャップを薄めに引いてある感じの味付けで、結構大きいソーセージが入ってる。はい、ごちそうさまです。お会計やはり3500クワンザでしたね。この後10時20分発のルワンダ行きのバスに乗ります。そのため夜にチェックアウトするんですけども、このホテルの評価を5つ星中いくつかで評価したいと思います。星4つでお願いします。コスパ抜群ですね。1泊朝食付きで1800円ぐらいっていうので、エアコンあるし、使わないけどテレビあるし、冷蔵庫あるし、シャワーもお湯が、意外にももうちゃんと出るし、水圧もめちゃくちゃ強いです。コスパとしては相当高いと思いますね。ただですね、5つにしなかった理由としては、まずやっぱり Wi-Fi がないっていうところで、あとエアコンとテレビのリモコンがないんですよね。受付の兄ちゃんに聞いたら、リモコンの数が少ないらしくて、なんで少ないのかよくわかんないけど、だからテレビは横のボタンを押せば使えるんですけど、エアコンはリモコンがないとダメなんで、温度変えたい時とか受付行ってリモコンを借りて、でリモコンで設定変えてリモコンを返すっていう作業が必要になっちゃうんですよね。それがちょっと面倒っすね。その辺があるので星4つになります。バス乗り場がガソリンスタンドのところっぽいので、ちょっと歩く必要があるので、ちょっと早めに行動するとして9時半過ぎぐらいに、ホテル出ようと思います。今宿をチェックアウトしました。宿屋のお兄ちゃんが
バイクを捕まえようとしてくれています。あ、捕まった。バス乗り場まで多分200クワンドです。ということで200クワンザでこのガソリンスタンドまで連れてきてもらいました。でここがマコンのバスが止まるはずの場所ですね。本当かよって感じだけど。でよく考えたら各所にマコンのバスのチケット買う場所なんてないっすね。ほんとルワンダで往復買っといてよかったよ。不安だわ今時間が9時54分になります。で予定では10時20分各所発のはずなんで、あと25分後ってことになるんですけど、本当に来んの10時50分30分過ぎたのにバスが来ません。一回マコンって書かれてるバスが通り過ぎていったんですよね。全く止まらずに。でそこにいる人がなんかいろいろ話してくれるんだけど、何を言ってるのか1ミリもわかんないマジどうしよう。11時1分になりました。もう無理だろこれ。やばい、マジでピンチ。どうしよう。意思の疎通がある程度図れるホテルの兄ちゃんとこ戻ろうと思います。もう無理だこれ、絶対来ないっしょ。すいません、もうめちゃくちゃですけどなんとかバス乗れました。ちょっと今真っ暗なんで朝になってから説明します。とりあえず多分ルワンダに行けます。おはようございます。6月14日土曜日朝6時26分です。バスはルワンダ市内に入っております。もうすぐでなんとかガメクのバスターミナルに着きそうです。きつかった。はい、バス降りまして7時2分頃ガメクのバスターミナルに着きました。いやーきつかった。各所で何があったのかっていうのを今からお話しします。ちょっともう急展開すぎてすいません、全然撮影できなかったんですよね。撮影してたらちょっと面白くなったのかもしれないですけど、そんな暇なかったです。各所から10時20分発のバスを待ってて、で11時までバス来なかったっていうところぐらいまで映像をお伝えしてたと思うんですけど、泊まってたホテルまで戻ってたんですよ、歩いて。でそしたら途中でバーみたいなところでなんか兄ちゃんみたいなのが 4,5 人集まって、でもうポルトガル語なんでもうほぼほぼ何言ってるのかわかんないんですけど、多分バスが2時間遅れてるっていう話をしてたんですよ。それ超朗報じゃんと思って、バスはもう行っちゃったわけじゃなくて、もうこの後何時間遅れだろうが乗れるんであれば朗報なので、ただもうほぼほぼ何言ってるのかわかんないんで、結局、そこそこ意思の疎通が図れるホテルの兄ちゃんのところに戻ったんですよ、歩いて。で、兄ちゃんに話をして、それでバス会社に連絡してもらったんですよ。でそしたら確かに遅れてるみたいだっていう話だったんですね。もともとその兄ちゃんに2時間遅れなのかどうか聞いてくれ、バス会社に聞いてくれっていう話をしたんですよ。でただ電話終わった後で話したら、どれぐらい遅れてるか聞くの忘れてたって言われて、その後もちょっと Google 翻訳使って話してたら、そのホテルのスタッフのお兄ちゃんが外見てあーって言い出して、そしたらちょうどマコンのバスがホテルの前通ったんですよ。いやいややべえなと、このバスなのかどうかはちょっとその時は私には分かんなかったんですけど、このバスだったらもうやべえじゃんってなって、でホテルのスタッフが売宅をまた呼んでくれて、200クワンザまた払ったんですけど、バイクでかっ飛ばしてバスの乗り場ガソリンスタンドまで行ってくれて、あべえなんとかなったかと思ったところで、バス乗るところにいるのにバス出発しやがって、バスをガンガンガンってやったんですけど、それで走って追いかけたんですよバスを。そしたらなんか 100m 先ぐらいでまたバス止まったんですよね。このバスのムーブがよくわかんないんですよ。私に気づいて止まってくれたのか、もともと 100m 先でまた止まる予定だったのかよくわかんないんですよ。でもうダッシュして、でなんとか間に合って、で荷物預けてバスになんとか乗り込めたって感じでしたね。でそのバスが結局ですね、確か11時54分にガソリンスタンドに着きましたね。だから1時間34分遅れでバスが来たような感じになります。でそのバスに乗ってなんとかここルワンダのガメクのバスターミナルに来た感じです。あれなんですよ、自分の席チケットに書いてあるんですけど、その席にもう人がいたりとか、であと明らかにチケットを買ってなくて乗り込んできた人もいて、ただお金は払ってたんでその乗客は悪くないんですけど、そのドライバーが顧客管理とか全く
プ絶対してないんですよね。自分のでっかいバッグもなんか適当に放り投げるようにしてたし、そのドライバーがちょっとムカついたんですけど、なんだかんだで今7時15分になりましたね。では予約してるホテルにヤンゴで、向かいたいと思います。当然まだチェックインできる時間帯じゃないんですけど、少なくとも荷物預けたいし、予約してるホテルへ向かいたいと思います。チャットであなたは今どこですかという無意味なやり取りを経てヤンゴ来てくれました。ホテル着きました。ヤンゴ料金が600クワンザでしたね。今回泊まるホテルがですね、なんとプロテアホテルというマリオット系列のホテルにしちゃいました。時間はまだ7時50分なんですけど、なんとスーパーアーリーチェックインさせてもらいました。助かる。はい。ではルームツアーします。いやーもう最高じゃん。もう何この高級ホテルのベッドは。無料の水がでっかいのとちっちゃいの1本ずつありますね。で、冷蔵庫ありと。なんか入ってるけど、これは有料だよね、多分ね。で、でっかいテレビ。で、素晴らしいデスク。最高やん。眺望がプールビューですね。プールあるんだ。ここはクローゼットかな。十分。スリッパがある。バスローブがある。最高やん。で、こっちはこっちもクローゼット。セーフティーボックスありますね。水回りです。トイレ、清潔槽。洗面所も綺麗だね。で、シャワールームもいいね。いや、素晴らしい。で、アメニティがシャワーキャップ2つ。で、これがシャンプー&ボディウォッシュ。全部これで洗えと。いいでしょう。天井式とシャワーヘッド両方ありますね。で、Wi-Fi の速度が素晴らしすぎる。いや、完璧だ、このホテル。で、テレビでは YouTube を見ることもできます。このホテル言うことないっすわ。はい。で、こちらのホテル、プロテアホテルバイマリオットルワンダが正式名称かな。こちらに1泊だけします。一泊朝食付きで134,143クワンザ。2万円ちょいです。いやー、急にこんな高級ホテル泊まってお前どうしたんだって思われるかもしれないですけど、カランドゥラの滝を制覇して自分へのご褒美と言ったらダサいんですけど、自分へのご褒美です。いや、最高ですね。スーパーが近くにあるみたいなんで買い出しに行こうと思います。で、ただフロントに聞いたら冷蔵庫の中にあった飲み物、ジュースとあとビールも1本あったんですけど、それ無料らしいんですよ。だからあんま飲み物は1泊だけだし必要ないんですけど、このホテルの周りに朝食食べられそうなレストランがなさそうなので、なんか食べ物類でも買おうかなと思います。こんな汚いものがあったりしますね。マリオットはなんでこのところにホテル作ろうと思ったんだろう。ホテルから歩いて7分ぐらいのフレッシュマートエクスプレスでいいのかな。こちら入ってみます。なんか朝飯になりそうなものがあったらいいんだけど、こんな感じで並んでたり。これは何だろう。肉をカットしてるだけか。パンがある。パン。この辺も果物とかありますね。冷凍食品がすごいいろいろ並んでる。冷凍食品がこんなある国久々に来た。多分残念ながら朝食で食えそうなものないっすね。なんかサンドイッチでもありゃいいかなと思ったんだけど、結局スーパーでは何も買いませんでした。で、どうしようか迷うんですけど、クレカ使えないだろうけど、一応レストランこの辺だったらちょっとあるっぽいので、ちょっとどっか適当に入ろうかなと思います。ちょっとここ結構まともそうなんで、ここで飯食ってみます。サボールユニコ、ちょっと読み方わかんないけど入ってみます。今入ってメニューポルトガル語オンリーだったんですけど、 Google レンズで翻訳してミックスサンド、あとノーマルコーヒーって書いてあったかな、を頼みました。店内はこんな感じで、かなりこじんまりとしたお店でした。はい、これがミックスサンドですね。多分ハムしか入ってない。で、これがノーマルコーヒーだけどちっちゃいただきます。小綺麗だけどローカルっぽいお店でいただくミックスサンド、いただきます。感想は特にないです。続いてノーマルコーヒー、結構濃いめですね。普通のコーヒーとエスプレッソの間ぐらいの感じです。コーヒーは悪くないし、コーヒーはって言っちゃったけど、ごちそうさまです。お会計2700クワンザでした。ということで9時11分ホテルに戻ってきました。はい、ということでですね、私ごときがバスローブなんか着ちゃったりなんかしてるんですけども、今あらかたの洗濯を終えて自分の体も綺麗にしたところでございます。で、明日アンゴラを離れるので、今日丸1日がアンゴラで過ごせる時間ということになるんですけども、まともな通常の
まともな YouTuber の方だったら、こっからルワンダ市内の観光に行く感じになると思うんですけども、もう私は無理ですね。この快適なホテルっていうので。で、あとバスでほとんど寝れなかったっていうのと、あとお金もそんなにないっていうのと、あと動画編集作業しなきゃっていうのと、ルワンダ市内の観光地に対して興味が持てなかった、もろもろの理由でですね、最終日の今日、丸一日ホテルで過ごそうと思います。ではまた夜飯の時に。時間は夜7時8分になりました。ホテルでディナー取ります。絶対クレカ使えるので。このデイリースペシャルは良かったんですけど、なんか今日もう売り切れでもうないって言われたんで、他のメニュー高いんでやめます。はい。で、レストランはやめて、ルームサービスを頼みました。で、ルームサービスはサンドイッチとかサラダとかデザートしかないんですけど、この中のこれ、ビールステークサンドイッチ with フライドポテト。これを頼みました。16,000クワンザーですね。冷蔵庫の中にビールがあるので、無料のビールがあるので、もともとルームサービスにしようかなとも思ってたんで、これでいいやって感じです。はい、ルームサービスで頼んだもの来ました。ビールステークサンドイッチ。ビールは子牛ですね。めっちゃうまそう。なんか日本の焼肉みたいですね。いただきます。で、冷蔵庫にあった無料のビール。何回も飲んだクカーですね。アンゴラのビールです。これと一緒にいただきます。すごい肉結構分厚いですよ。うまそう。いただきます。肉柔らか。うまい。本当に日本の柔らかい肉の焼肉みたい。うまっ。バンズの中肉以外には、申し訳程度にちょっとなんかの野菜が入ってますね。それだけです。うまっ。はい、ということで、本当に丸一日ホテルにいちゃいました。明日、アンゴラを出国します。おやすみなさい。おはようございます。朝食付きなので朝食をいただきます。パンとかスイーツ系、で、果物、で、サラダ系ですね。で、パンがいろいろあって、ホットミールもいろいろありますね。いい感じです。はい、ということで、こんな感じの朝食になりました。いただきます。改めておはようございます。6月15日日曜日朝8時33分になります。このホテル1泊だけなので、この後チェックアウトするので評価をしたいと思いますが、星5つ中4つでお願いします。部屋の中はさすがマリオット系という感じで綺麗でいいんですけど、アメニティがシャワーキャップしかないっていうのと、お値段は張るなっていうところで、星5にはできなかったんですけど、で、朝食も豪華で美味しかったです。お値段とアメニティの部分で、星4つと、します。フライトの時間が12時5分になります。パッキングしてチェックアウトして、またヤンゴで車を呼んで空港へ行こうと思います。8時56分、ヤンゴで呼んだ車すぐ来てくれました。空港へ向かいます。9時7分に空港着きました。ヤンゴの料金3100クワンザーでした。で、さっき空港着いて、今両替をしてアメリカドルをゲットしたところでございます。チェックインして制限エリア内に入ろうと思います。制限エリア内に入ってきました。いや、しかし、アンゴラに限らないですけど、アフリカってめっちゃ並びますね、チェックインとか。航空会社のチェックイン、私は本当1分かかるかかかんないぐらいなんですけど、他のアフリカの方々はなんであんな時間かかるんですか。1組に5分10分は必ずかかりますよね。全く意味がわかんない。すげえ時間かかる。出国するんでアンゴラ絶対の感想なんですけど、アンゴラすごい気に入りましたね。今アフリカ確か10カ国目だと思うんですけど、本当1、2を争うぐらい好きになった国ですね。来るまではもう村長のイメージしかなかったんですけど、カランジュラの滝はめちゃくちゃ良かったし、で、カクソもルワンダも人は優しいですね。めちゃくちゃ親切です。で、物価は安いと。ルワンダのホテルだけは高いですけど、それ以外はヤンゴのタクシー代とか飲食費とか安いですし、カクソに関しては何もかも安いって感じで過ごしやすかったです。アンゴラ好きになりました。マジでおすすめです。で、次に行くところなんですけど、ナミビアに行きます。アンゴラに来た時と同じカールアンゴラ航空という航空会社で、ここルワンダからナミビアのウィントフックまで行ってまいります。ということでアンゴラ編は以上になります。役に立った面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回ナミビア編でお会いしましょう。